はい、こちらは Eyes for You 2号の2番花です。もうお花が本当に小さくて、多分急激に8月のような30度近い気温になったからだと思うんですけども、完全に夏花ですね。でもこれから咲くつぼみは割と大きめのがありますね。少し楽しみです。お花を近づけると香りもやっぱりいつもよりライトな気がします。全体像としてはこんな感じです。ちなみにこの子は例の冬の間に一番元気のいいベーサルシュートが折れてしまって、ガムテープで春に補強したEyes for Youです。おかげさまで新しいベーサルシュートも出てきてくれたので、ちょっと見づらいと思うんですけれども、こっちの方が新しいベーサルシュートで、ここですね、ガムテープで春に補強した枝です。一応つながっているようです。よかったです。はい、こちらはミッドナイトブルーの2番花です。1番花と全然イメージが違うと思います。この子は2番花はいつもこんな感じの咲き方をしています。この子はだいたい2番花はこのように立派なサイドシュートとか、それから出てきたばかりのベーサルシュート、今年は小さめのが2本ですけれども、その先にスプレー状にたくさんお花をつける感じで、いつも2番花が咲いてくれてます。スプレー状につぼみがたくさん咲いているのもあって、春より全然お花の大きさも小さいです。で、お花を近づけるとうっすらとわかる感じです。春よりもライトなんじゃないかなと思います。全体像としてはこんな感じです。春一番最初のお花は本当に真っ黒なお花が咲くので、お色もライトになってるっていう感じですよね。本当に別のバラみたいに見えます。春一番のお花もこちらの2番花も私は好きです。はい、それからこちらは我が家に来てからずっと調子が悪そうなモンクールです。お花が本当に小さいです。開いてやっとこれぐらいな感じですね。で、本当に咲いたと思ったらお花が終わっていってしまうので、ご紹介するタイミングもいつも難しい感じのバラです。それぞれの花枝が随分長く伸びていますね。それぞれの花枝割としっかりとした太さがあると思います。で、知られることなく上を向いてお花は咲いています。香りもお花を近づけてもいまいちよくわからない感じですね。やっぱり本調子じゃない気がしますね。全体像としてはこんな感じです。この子は2017年に我が家にやってきてくれたので、今丸5年経ったんですかね。まだ一度も綺麗に咲かせたことがないので、
どうしたらいいかなって思ってます。良いアドバイスがあったらお願いいたします。はい、こちらはワイルドなバラが多いイメージのあるバルニーのカストーレです。お気に入りのバラです。今年は昨年よりも大きく育ってくれました。お花を近づけても香りはちょっとわかりません。微香でしょうね。全体像としてはこんな感じです。こういった小花の集計バラ大好きなのでたくさん持っています。はい、こちらはマダムフィガロです。私がバラを始めた当初から育てているバラです。この子も花枝が長くて薄むき加減に咲くバラです。で、一度咲き始めると少しずつ花が開いていって長く楽しめるバラです。で、今年は久しぶりに後ろの方に大きいベーサルシュートも出してくれました。ただこのベーサルシュートにちょっとつぼみがつきすぎなので適当なところでカットしようと思います。お花を近づけても香りはちょっとわかりません。この子もミルラの香りがあったような気がするんですけれども、いつもどんな感じの香りなのか確認できずに終わってしまってます。全体像としてはこんな感じです。おっとりとして優雅な雰囲気のあるバラだと思います。本日ご紹介したバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。